まあ今までほらフードガードといってもさ、そういう現象をさ、動画の中で見せられなかったじゃん、よくわかんないの多分見てる人はさ。そうだね。でまあ4番手にあげるからそうなるんじゃないかとか、こういうだからしょうがないんじゃないかっていうやっぱりコメントが結構、まあ毎日来るんだけど、まあそうじゃないっていうことをねやっぱり説明しないといけないなと思って、で実際ねやっぱりね喧嘩になるとやっぱり危なくなるとねやっぱりね撮影できないから、そうね、止まるよね。できないのでやっぱりそれをやっぱり守りに行くので、撮影できないんですよねイコール。そうね。だからどうしてもその現象を撮影することイコール配信することはできないんですけど、まあ結構大変です。まあ、とりあえずまあ最初、まあ、フードガードっていうのは自分のご飯を守ろうとする現象ですね。で攻撃的になると、守るために自分のご飯を守るために攻撃的になるっていうのがやっぱフードガード。大丈夫よ、大丈夫よ。だんだん怖くなってきたな。まあ他のこのご飯を奪いに行ったりとか、やっぱりそこでうなられたらすごく攻撃的になったりとか、でまあひどい場合は飼い主を噛みに行ったりとかね、お皿を触るだけでも噛みに行ったりとか、飼い主を噛みに行ったりとかする現象が起こります。簡単に言うと、まあいろいろあるんですけど、で竜の場合は飼い主を噛むことはないですね。うなることはあるけど、でも噛まれたことはないです。そこまでひどい状態ではないんですけど、お兄ちゃんとお姉ちゃんに対してはすごく攻撃的になることがあるので、すごく危険なんですよね。そうだね。でもこれ竜ちゃんが悪いわけじゃなくて、やっぱりその原因っていうのはやっぱり過去にあったりとかするので、獣医さんもおっしゃってましたが、そのブリーダーさんのところにいた時に結構なると、多いと言ってたね。多いと言われた。それは何でかっていうと、ブリーダーさんって社会性を身につけるために大皿で兄弟とか、まあね、たくさんのこと一つのお皿でご飯を食べさせるんですよね。だから社会性を身につけるっていうことはすごく大事なことで、ちゃんとやればうまくいくんですけど、でも竜ちゃんってトリコモナスっていう病気で、食欲がなかったんですよね。うちに迎えた時も全然食べなくて、ずっと下痢してて吐いたりとかしてる状態だったので、まあトリコモナスっていう病気が分からない方はちょっとお調べください。でその状態でやっぱりほら大丈夫竜ちゃん。いやいや感じの爪切りもね大きくなってくると嫌がるからね。大丈夫だよ竜ちゃん、怖くなってきた。まあ大人になった証拠や。成長した証拠よ。もうそれも嬉しいことよ。だけどできんといかんよ。そうね。その時に多分兄弟犬と一緒に食べてたので、その子がね全部食べている姿を見たかもしれない。わからない。わからないですけど、僕らは実際見たことがないのでわからないですけど、それを見てまあ食べ物を守る、自分の食べ物を守るっていう行動になったのかもしれませんね。これは不確かなので、まあ言い切れませんが、まあその可能性は高いと、まあ獣医さんも言ってました。まありんちゃんが隣にいるんですけど、そのりんちゃんのご飯をね奪うんだよね。4番目にご飯が来るんですけど、食べるのが一番早いんで、そうだね。だからみんな食べてるんだよね。でこのひどくなった時期がハーフバースデーを超えて生後8ヶ月ぐらいかな、そこからちょっとまあおやつを食べられるようになったりとかいいじゃん。まあ8ヶ月ぐらいにやっぱおやつを食べられるようになったりとかさ、あとはやっぱり体がやっぱり成形に近づいてきて、自信もついてきた頃、それまでも同じ行動してました。やっぱり今と変わらないよね。ご飯の前はね、興奮してやっぱりママがご飯持って近づいてくるとやっぱり豆次郎の方に寄っていくというか、まあ、中央の方に寄っていって落ち着かない、
でご飯の前はまあ泣いたりとかする、まあ、それはちょっと可愛いと思ってた時期もありました、実際ね、あったけど、それはそういうことじゃなくてご飯、まあ、食べたいっていうのはあるんですけど、ちょっと異常な部分もはらんでいるっていうことをちょっとこの8ヶ月ぐらいで僕らも気づきましたね。で一番まあその頃っていうのはオフ会の時期ですね。そうだね。オフ会の時期がちょっと危なかった、あの頃は相当危なかった時期でもあって、で今はねだいぶ落ち着いてます、やっぱり訓練もしたし、りゅうちゃん自体がご飯前ちょっと落ち着いてきだしてから徐々になくなっていったんですよね、でもこの8ヶ月の頃は普通の日常生活でも喧嘩が多くなりましたね。りゅうちゃんが近づくともういくちゃんがうなったりとか、そういうのは多分残ってると思いますね。映像でも多分もしかしたら残ってないかな。いくちゃんが結構もうりゅうちゃんを受け付けない時期もあったんで、それはやっぱりいくちゃんもおやつを奪われたりとかしてたんで、まみちゃんもそうですけど、まあそういうのがありながらあって、やっぱりちょっと状況がすごく悪い時があったよね。まあ今はそうでもないんですけど、今はまあほとんど喧嘩もしないんで安心してください。まあ放置するとやっぱりね血を流したりとかやっぱりする、もう喧嘩ってすごいんで、喧嘩はすごいです。見たことがある人は分かると思うんですけども、喧嘩はもう、ね、ヒヤヒヤするよね、でそれで止めるためにこう、まあ、飼い主が行って、まあ、噛まれたりすることもありますし、実際ね、でまあ危険な行為であんまりこれを放置するとエスカレートしていってしまって、もうみんな仲悪くなってしまうっていうことにもなりかねないというか、なるんですよね絶対にね、それだからまあその前にやっぱこれを直さないといけない。姉ちゃんが悪いわけじゃないからね、姉ちゃんは全然悪くないんだけど、まあそうなるんだよねやっぱりね、そういう過去があるとやっぱりそうなりやすいので、りゅうちゃんは一切悪くない、これはご理解ください。でりゅうちゃんはすごくね普段はね本当にね平和的、まみちゃんにそっくりなんだよね、自分で喧嘩をふっかけたりとか絶対しないし、素直だし本当に賢いし本当にお利口さんなんだけど、ご飯を目の前にすると、まあ、そういう現象が起こるっていうだけの話なんで、これを直すっていうのは結構難しいし、やっぱり時間がかかると思うんですけど、まあ、気長に、まあもちろん気長にって言っても早く気長にね、もちろん意味のあるちゃんとしつけをしながらなるべく早くだけどあんまり焦らずっていう意味で気長にっていう感覚で直していきたいと思います。でまあ一番今ちょっと問題なのはご飯食べ終わった後にりゅうちゃんがご飯食べ終わった後にりんちゃんがうなるんだよね、なんでかって言ったら奪われたことが何回かあるから、でそれで喧嘩になる可能性があるので、まあそれは止めてるんですけど、普通の喧嘩はあまり止めない方がいいと思うんですよ。多頭飼いの方は知ってると思うんですけど、やっぱりこの子たちは序列の中で生きてるので、まあ黒白をつけないとやっぱり逆に喧嘩が増えていってしまうので、そういう喧嘩はさせていいと思うんですけど、このフードガードに関しての喧嘩は無意味な喧嘩なので止めに行ってます。まあそういうことが起こったので、りんちゃんがちょっとフードガードっぽくなってるんだよね。まあ自分のご飯を守ろうとしてしまう悪循環に入っているので、ちょっともう少し様子見ながら、まあ、今までの4人で食べるスタイルから2人ずつとかでちょっと様子見て、いずれ4人で食べれるように、そういう方法も考えております。まあだいぶ落ち着いてるんだよね、りんちゃんも前ほどうならんくなったし、まあ危険度はちょっと下がってるんですけど、まあそこはちょっと僕らがちょっと判断しながらちょっと考えていきたいと思います。動画としてあんまりそこを表現できてはいませんが、本当に危険な行動の一つであるので、まあ、そこをねちゃんとご理解いただけると嬉しいかな。まあだから4番手だからだからご飯が食べたい、こういうだから
こういう現象が起こってるわけじゃなくて、ちゃんとそこには深い問題が眠っているっていうことですね。なのでまあ3番手のりんちゃんは子犬時代普通に食べれたし、そうね。それは関係ないと思います。ちゃんとしつけはしてるしね。りんちゃんにもね、トイレもちゃんと早かったし、一番。またちょっと違う話になってくるんですね。まあもちろんご飯はみんな食べたいわけで、まありゅうちゃんもご飯大好きだし、みんなご飯大好きなんですけど、まあ、ちょっと違うかなって。だいたい半年過ぎるとみんな落ち着いてきたし、早食いもね。でも未だにすごい早食いだし、やっぱり早食いってことは自分のご飯を取られないように、やっぱりね、急いで食べるっていう、まあ証明でもありますからね。で、食べ終わったら、一番先に食べ終わって人の取りに行くわけで、まあそれはやっぱりね、ちょっと普通じゃない現象であるので、まあ子犬っつってももう11ヶ月なんでね、もうほぼ大人なので、まあそこは来月もう成犬になるわけだから、あと先住権優先っていうことをまあ4番手なんで4番手なんだろうって1番目に上げればいいんじゃないかっていう人もたくさんいらっしゃるんですけど、まあこれ先住権優先っていうのをまあ大切にしててっていうか、まあこれ基本なんですけどね、多頭飼いの多頭飼いのもうごく基本的なことなんですけど、まあ分からない方はちょっと調べていただけると意味が分かると思います。でも先住権優先を崩すと本当にまた喧嘩が増えるし、体調を崩す子も出てきたりして、もう本当に家族が崩壊してしまうので、まあそういう意味でね、先住権優先は大事。大事だな。まあ人間とワンちゃんの生態はまた違う部分もいっぱいあるので、まあ、そこら辺をちょっと調べていただけると、まあ今僕らが何をやってるのかっていうのがね、多分分かると思うんで、まあ、分かってる人が多いと思うんですけどね。まあせっかくなんで皆さんに知ってほしいと思う意味で今回の動画をね出しております。これ昔から視聴されてる方は多分分かると思うんですけど、今日もかわいいね時間っていう時間です。これ先住権優先なので、まあ一番大事なポイントっていうか、みんな平等に愛されていますよっていうことをまあ表現している時間であります。まあ一人ずつ10分ずつですね、毎日やっております。でいつもはねママがずっと一人でやってるけど、普段はこんな感じ、今日固定からやってるんでそういう時間を作るみたいな感じでね。でそうすると安定する、これすごく大事な時間だと思います。まあ1番手2番手3番手4番手があるから、まあでも4番手の人がねそう思わないように、みんな平等に扱われてるけど順番はこうなんだよっていう。大丈夫？ゆきちゃん。嬉しすぎてもうなんかうなってるね。なんかこれゆきちゃんすごいかこれね。おっぴろげてるよ。たまたまが見えちゃう。たまたまが見えちゃうね。ゆうちゃん。まあ変わってこうやってねチェンジしてって感じです。みーちゃん爪切り頑張ったね。近いだね。まあ何回も言いますけど、りゅうちゃんが悪いわけじゃないので、りゅうちゃんはね全然悪くないんだよ。ねえ、悪くない。でもこれは直さないといけないっていうことだね。それをねご理解いただけると嬉しいかな。難しいけどね、だからまあワンちゃんとまた人間のその感覚とまた違う部分もあるし、ね、僕らがやってることがちょっと意味わかんないっていう部分もあるかもしれないけどね。でもまあちゃんとそのルールっていうか生態だとかこの子たちのねに従ってやっぱり動いていかないと失敗するので、慎重にね勉強しながら直していきたいと思っております。またそれに詳しい方がいらっしゃったらねアドバイスなどもいただけたら嬉しいかな。まあ、フードガードとかやっぱねフードアグレッシブ系っていうのはやっぱり直すのが結構難しかったりするからね。
まあ、こんな感じでね、この時間は大事です。まあ明日からね、ちゃんと楽しい動画にできたらな。いつもの賑やかな感じでね。そう。ちょっと説明的な動画になってしまって申し訳ございません。また明日からね、楽しい動画を出していければと思うので、お楽しみください。はい、本当に失礼しました。まあ、ね、分かってほしいからやっぱりね、皆さんにね、本当の意味を、本当の現象を。こんな感じです。それでは今日もご視聴くださってありがとうございました。ありがとうございます。いつも見てくれる皆さんに元気と癒しをお届けするよ。僕らと一緒に笑